どうも、こんにちは。デミカでーす。はい。はい。というわけで、はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、うちはちょっと天気がいいんだが、まあいい方なんですけど、はいはい。今日までですね、天気がいいの。明日から崩れるということなんですけれども、それはいいとして。それはいいんですよ。はい。で、今日はね、何をするかと言いますとですね、昨日ね、ちょっとね、私ね、おもむろにですね、こんなものを編みました。はい。こんなものを編んでみました。麻紐で、ハンドバッグですね。要はね。こんな感じ。そこは四角でやってますけど。引き揃えて、ね。糸を引き揃えて、こんなボーダーの、なんつったらいいの？柄っちゅうか。こんなんでね、ハンドバッグ的なものをね、ハンドバッグ的っていうか、もろハンドバッグなんですけど、編みました。内布はついてません。でも、後々つけようかなとは思ってます。はい。思ってるんですけど、とりあえずね、ちょっと出来上がって、どうかなと思って試しで作ってみたら、ちょっと可愛くできたんで、今日ちょっとこれをね、撮影していこうかなと思います。なかなかいいと思いますよ。これ夏に持ちたいって感じじゃない？で、色がね、やっぱりブルーと白でしょ？やっぱ夏に持ちたいよねと思って、ちょっと今日作っていこうかなと思いますよ。はい。で、用意するは、もちろん朝紐でございます。ところがどっこい、この朝紐もう終了でございます。そして最後でございます。この朝紐。どうすんだっていう話じゃないですか。ちゃんとあります。はい。こっちの朝紐がございます。はい。両方とも国用の、朝紐ですけども、なんか違うんだよね。うん。で、使い勝手的にはね、こっちの方が、ちょっと高いんだよね。うん。でね、糸の感じ、糸っていうか紐の感じか。紐の感じ、こっちの方がまとまってるっていうか、柔らかい。なんとなく。手触り感、こっちの方がいいんですよ。で、こっちの方が、この太さがね、ちょっとこう、ボソボソしてる感じと、さらにプラス、そのちょっと太さが不安定っていう、こっちの方がね。うん。なんだけど、太さ的にはほぼ一緒なので、混ぜて使います。はい。最初にこっちをね、編んで終わったらこっちね、こっちの普通の、こっちに行こうかなと思うんですけど、そう、これがね、欲しいんだけどね、今、ほんと高いよね、朝紐もね。うん。で、用意するのがもう一つね、引き合わせ、違うな、なんだっけ、引き揃える。はい。引き揃える毛糸。これね、これはね、アクリルですよ。アクリル 100% の毛糸で、このヘマっていうお店の糸なんですけど、以前だいぶ昔にね、購入品紹介で出てきてるはずなんですけど、これはね、ヘマっていうのはね、オランダのお店でね、いわゆるね、100均的な感じの店。いや、日本の100均とはちょっと違いますよ。うん、やっぱりね。で、ダイソーなんかはなんか100均っていうのをなんか返上しただの、どうのこうの中ね、話も聞いたような気もしますけれども、こっちのこのヘマッチョお店はですね、パリとか、いろんなところにちょこちょこあるんですけど、出始めたのはいつぐらいかな？もうこのね、私が働いてる時だからもう7、8年ぐらい前かな、進出してきたの。で、それでいろんなものを、だから雑貨屋と、あと食品もあったりするんだけれども、一律に安いお店なんですよ。うん、本当に安い。だからね、時々ね、私はね、仕事帰りにね、ちょっとした、なんつったら、キオスクみたいな感じで、こう、駅にね、入ってたりするの、ちっちゃいコーナーが。で、そこでジュース売ってたりするんだけども、そこでね、ヘマのね、コーラとかね、むっちゃ他の、コカ・コーラと比べて安いからってね、買って飲んだりしてましたよ。むっちゃ安いね。うん。で、毛糸ももちろん売ってるんです。ところがどっこい、毛糸はね、100均とは違うんですよ、やっぱり。安いっていうだけで、全部が一律100、例えばこちらで1ユーロとかね、そういう感じではない。うん。だから金額的にはみんなバラバラなんだけど、それでもみんなで金額、お金を、価格をね、低く抑えてっていう。なんつったらいいのかな、デフレ突入かっていう話ですよね。うん。経済的な話は置いといて。安いんで、で、パリの中心地に大きい店舗あるんですけれども、うん。で、そこで買ったやつですけれども、チャイニーズですけどね、もちろんね、メイドインチャイナなんですけど、それはいいとして。毛糸はね、はっきり言ってね、別に安くないです。普通と同じぐらいです。はい。私がほら、カティアとか、そういうところで買うじゃないですか。アクリル毛糸なんでね、アクリル毛糸なんて大して高くないわけですよ、普通に買ったって。うん。だから、あんまり値段的には変わんないです。基本的に。うん。なので、ここで買うから安いってこともなく、でもちょっと使ってみようと思って買ってみたんですけど、
悪くはないとは思うんだけど、これだけで使ったことがないんで、ね、今回初めて使うんでね、ずっと買ってね、だいぶ前に買って初めて使うんでね、やっと使うわけですけれども。まあこういったね、引き揃え的に使うんだったら何の問題もないと思うんでね。はい。なので、今回これを使ってきます。ヘマの、アクリルリックね。アクリリックっていう系統ですけど、まあアクリルです。アクリルという意味です。もちろんね。はい。スノーホワイトって白ね。それと、こっちがオーシャンブルーっていうやつを使います。はい。で、100% アクリルでね、これね、4から4.5ミリ、22目の30段なんだけど、何メートルって書いてないんだよね。どこだろうと思って。ほら、書いてあるでしょ。ね、ヘマ、なんたらかんたら、アムステルダム、ね、ヘマ、コム、メイドインチャイナ、ね、しっかりチャイナでございますけれども、まあ、チャイナはしょうがないね。まあ、安川に住んだってチャイナだわ。ね。これ何メートルって書いてないね。まあ、それはいいとして。はい。じゃあ、作っていこうと思います。で、こちらです。簡単に説明をします。どうやって作るか。まずそこの部分を作りますね。当たり前ですね。はい。そこから始めます。そこは四角でやってますけど、四角でも丸でもどうでもいいと思います。これはね、お好みなんで。で、こう混ぜてって、こう切り替えて、ね。で、編んでって。で、まあこうやって、持ち手をね、つけて。まあこんな感じ。で、基本的には、そこは普通に細編みをしてます。はい。普通に細編み。で、こっちが、あれです。横の側面の方がメリヤス風の細編みをしてます。はい。で、これなんでかっていうと、まあ普通の細編みでもいいんだけど、今日は、このメリヤス風の細編みをするときに、こう、むっちゃ目立たない立ち上がりっていうのをやるんですね。まあ以前にもやったことあるんですけど、これ見てください。ね。こっち、こんな感じ。こっち、こんな感じ。まあ、どっちに立ち上がりがあるか、まあ、パッとよく見ればわかると思います。でも、ほぼ目立ちません。こっちですね。こっちに立ち上がりがあるんですけど、目立ちません。ほぼ。これパッと普通に持ってたら、わかりません。どっから立ち上がってるのか。今日はね、これをやりながら、はい。やっていこうと思いますよ。はい。ねえ。可愛いんだ。ごめん。切ってなかった。これね。ちょん切ってなかったけど。まあ、そんなの後でやりゃいいことで。ということで、早速始めていこうと思いますよ。で、使うのは、15。15ですね。はい。15を使ってきます。いや、昨日1日で編んだの、これ、ガーッとね、編んだの。試作中でね、まあ、編んだりほどいたりしながらね、やっててね、まあ、丸1日かかったんだけれども、ここが痛いね。ここ当たるらしいよ、私。だからね、気をつけて、今日は。ね。痛くならないように編んでいこうと思うんですけど、じゃあ早速始めていこうと思います。はい。じゃあまず、底を編むときに、私は、鎖編みをしますね。鎖編みをして片方ビャーっと編んでいったらぐるーっと回って、もう片方ガーッと編んでいくときに、こう巻き込み用のね、部分をね、残しておきます。はい。これをだいたい15センチから20センチぐらい残しておいて、で、ここから鎖編みを始めていきます。はい。鎖編み、最初はギュッと絞りますね。もちろん止めるところなんでね。はい。で、一目目もちょっと小さめにしときます。ここに、目がいっぱい入るんで、ちょっと小さめにしとかないと広がっちゃうんでね。ちょっとほんのり気持ち小さめにした上で、全部で12目。1、2、3、4、5と12目編んでいきますね。まず鎖編みをね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい。12目編んできました。はい。で、そしたらこの12目目も少し縮めます。ここにも目がいっぱい入るんで。で、そしたら、立ち上がって、はい。で、ここに目を入れていくんですけど、1個根元から、もう2つ目ですね。2つ目のところに入れていくんですけど、手前1本分ですね。1本。引き寄せてるんで、引き揃えてるんで、もうすぐ間違う言葉を。引き揃えてるんで2本ありますけど、1本分ということで話しますよ。はい。1本分残して、細編みを1つ入れます。で、私の場合、真横で、ちょっと待って。ここ、ちょっと少し気持ち長めにしといた方がいいよ。はい。で、入れて、まず細編みをしますね。はい。細編みをします。一つ。で、私は真横で立ち上がっていくんで、もう一つ先に入れてしまいます。おっと、
今ね、耳鳴りがしてる。いやー、気持ち悪い、耳鳴り。いや、結構あるんですよ、私、耳鳴りね。まあ、そんなことはいい。はい。で、そしたら、あとは一目ずつね、全部、細編みを、とりあえず、入れてきます。最初の目、私は2目を先入れちゃいますね。2目先入れちゃって。これは、脇っちょの真ん中のところで立ち上がりをするためでございます。はい。はい。一番最後っていうか一番最初のところのね、目のところに来たので、まず一つ入れますね。一つ入れて、で、まあちょっときつめにしてるんで、きついかと思いますが、ここはもうグッと入れて、はい。で、一つ入れたら、また同じ目に針を入れて、こっちの糸は、紐はちょっと右に避けといて、キューってやって、で、ちょっと長めに引っ張って、で、また3回目ぐさっと入れますね。はい。全部で3目入れますね。同じ目に最後と最初のところですけど。はい。で、ぐっと引っ張って、で、こいつ運んでいきます。ここで今引っ掛けて運んでいきます。はい。で、ここからまた一つずつね、細編みを入れていきます。はい。で、最後の一目のところ。最後のところを一目入れて、はい。はい。で、この段は、とりあえず一周編んできたんですけれども、じゃあここ立ち上がりどうするのかっていう話なんですけど、立ち上がりは、ここの場所はね、とりあえず普通に細編みを入れていくので、ただ後ろから入れますね、ここね。最初の目のこの頭のところ、後ろから針を入れて、で、こいつを引っ掛けて、で、後ろに引き出します。で、この部分はギュッと引っ張ってくださいね。ここギュッと引っ張ってもらって。はい。ギュッと引っ張ってもらって、ここからこうやって一つ抜きますね。抜いて、立ち上がります。で、立ち上がったら、普通に手前から針を入れて、細編みをします。普通に。そうすると、まあ、ここがまたね、S 頭的になるんですよ。いつもの S 頭ですね。はい。で、これ分からなくなりそうな人は、入れといた方がいいかもしれないんで、ちょっと入れときますわ。一応ね。はい。わからなくならないように、エセ頭に一応入れときますね。はい。で、そしたら、今回は四角の底を作るので、次の角に3つ入れます。ここですね。ここど真ん中で、ここは立ち上がりの場所になるんで、ど真ん中です。隣の目に3つ入れます。角っこになるところです。ここはまず普通に細編みを入れます。で、そしたら次、真ん中の目。ここ、3つここに全部入れちゃうと、ここに穴が開くんで、これを防止するために、2つ目の目ですね。2つ目の目はね、こういう感じ。なんだろう。米編みをするような感じで、後ろの半目だけを拾います。で、2つ目を入れます。で、3つ目はまたここですね。大元の根っこのところ。普通に入れます。はい。角はこんな感じで進んでいきます。はい。じゃあ、こう一目ずつまたこれ細編みをね、入れて一周するんですけど、まあ次の角っこのとこまで行くか。ね。次の角っこのとこまでこのまま編んできます。はい。で、角っこに来ました。この角っこ、ここが真ん中になるんで、ここは角っこですね、両脇。この角っこに3つ入れます。さっきと同じように、まず1つ細編みを普通に入れて、2つ目は、なんだっけ、筋編みをするように、1本分だけ向こう側、後ろ半目を拾って細編み。で、3つ目はまたぐさっと刺して全部拾う感じでね。はい。細編みを普通に入れます。はい。で、次、真ん中一つですね。真ん中一つ。はい。一つだけ入れて。で、また角っこに、まず普通に入れて、半目で、二目目を半目で入れて、三目目はまた普通に拾う。こんな感じですね。はい。そうすると、はい。四角い感じになってますね。はい。では、逆サイドまでずっと普通に細編みを入れていきます。
はい。で、こう最後の目のとこまで来ました。最後の目のとこ間違えないようにね、ここ前段のとこ見たらわかるから、これ、これ3つ入ってるとこの1つだな、つってね。たら1つ細編みを普通にしたら、半目、後ろ半目の細編みをして、3つ目はまた普通のね、目を取るように入れると。はい。これで一周回ってきました。はい。で、ここがエセ頭です。ここエセ頭。ここのエセ頭。ここから、ここを後ろから針を入れて、で、引っ掛けて、ピュッと引っ張って、で、後ろに引き出します。はい、引き出して、ギュッと引っ張って、ここはギュッと引っ張っていいですから。はい。で、そしたら立ち上がると。はい、こんな感じですね。はい、これでとりあえず2段編めました。はい。で、こう、ねじねじなりますけど、まあ、どうせそこの部分で脇っちょ編んでくんで、私は気にしません。はい。はい。いつものことですが、気にしません。はい。で、ここでどうするか。そしたらまた根元を普通にね、細編みを編むように、ここですね。ここの立ち上がってるところの前部分、ここに入れて、はい。一目細編み編んだら、ここに一応入れといて。ね。はい。で、同じように、目を入れていくんですけど、間違えないようにね。で、ここ普通にね、一つだけ普通に入れますね。ここは、ヘリっていうか、ここの段の、横の部分ね。角じゃなくて、普通の辺の部分になるんで、普通に入れて。で、次、角です。ここ角。で、どれが角ってわかんないときは、ここの半目拾った目、ここが角になりますんで、半目で拾ったところに、角の目を3つ入れていきます。で、まず最初は普通に拾って、目を入れて、2つ目は半目、後ろ半目。で、3つ目はまた普通に全部拾う。はい。こんな感じで角を進めていってもらって、何段編むんだっけ ?4 段。何段だ。1、2、3、4、5、1、2、3、5段だね。はい。5段編んでいきます。こんな感じで。はい。じゃあ一気にね、これで5段編んでいこうと思いますよ。そこは、この編み方で、5段分編みます。で、注意っていうわけでもないけども、目が揃うようにね、編むには、やっぱり、ちょっとコツがいるんでね、こういうのってね。うん。で、言っておくと、細編みなんでね、目が右にずれてくんで、ずれてくのが気になる人は、私がやってるように、ぐさっと刺して引っ張った時に少し左方向になるように、そして、ここの長さとここの長さがね、同じになるぐらいにぐっと引っ張って、ね、こういう感じで。これで編んでいくと、目が、斜めにあんまりならずに、それがちょっと改善されると思うんで、こういう感じで力のかける方向は左方向にみたいなね。うん。で、角来たので、角は普通に入れて、一つ半目。はい。一つ半目。で、また、ぐっと。あとはね、まあ、このコツは後で話してもいいんだけども、朝日も編むときって、基本的には、やっぱり、こう、目を出した時にグッと引っ張った方がいいですね、一回ね。うん。どっかに引っかかってちょっと、こう、なんていうのかな、こう、緩んだ感じになっちゃうと嫌なんで、こう、一回出した時にグッと引っ張る気持ちで、うん、ここ角っこね。はい。そんな感じで、編んだ方が、朝紐は、綺麗に編めると思います。目がその方が落ち着くっていうのかな。変なところでこう浮いたりするような感じになることがあるんでね。うん。なのでしっかり引っ張って、入るべきところ、収まるべきところに収まってからこう目を、こうなんつうんだろう、編むっていうのかな。だから焦らずゆっくり編んだ方がいいんじゃないかなと思いますよ。うん。まあじゃあこんな感じで全部で5段編んでいこうと思います。はい。はい。
5段編んできました。で、ここの立ち上がりですね、問題ね。ここ。全然問題じゃないんですけど。はい。ここ同じように後ろから入れますね。最後ね。入れて、これを引っ張って、ギュッと引っ張って、後ろに抜いてグッと引っ張りますね。はい。グッと引っ張ります。で、立ち上がります。ここまでは同じように立ち上がってきました。ね、これでもほぼ目立たないんですけど、まあ普通に毛糸使ったらまたほんのり目立つかな、これだと。ただ、朝日のもの場合はほぼ目立たないので、まあまあそこの部分ですし、っていうことでね、あんまり気にしないように進んでいこうと思います。で、うねうねしてますけど、これも気にしません。はい。で、次の段ですね。次から側面に入ってくんですけど、とりあえず1段は、筋編みをしますね。はい。筋編みをするので、最初の目、ここですね。ここのところ、ここを普通に入れて、後ろ半目を拾って筋編みを一段していきます。これは普通にしていけばいいだけの話なので、まあなんてことないですね。はい。一目に一目ずつ、筋編みで入れていきます。細編みですね。筋編みで細編みを一周していきます。一目に一目ずつです。はい。はい。一周してきました。じゃあ、ここからですね。ここから、本格的に側面立ち上がっていく感じになるんですけど、じゃあ、どうやるのかっていう話ですね。はい。同じように、エセ頭に針を後ろから入れて、こいつを引き抜きます。後ろからね。後ろからこう、後ろの方向にこうやってギュッと引っ張るんですけど、はい。で、ここからですね、じゃあ、ここからどうしていくかってことなんですけど、ここからメリアス風になってくんですけど、メリアス風でやるときの、立ち上がり方、これ目立たない立ち上がり方ですね。ここからがちょっと、特別でございます。はい。どうするか。まずここ、抜きます、一回。で、おっかない人はちょっと一応止めといてください。こうやってね。止めといてもらって、はい。で、本来ぶっ刺すところ、針をね。ここですね。ここの V 字になってるところの間に針を入れて、で、後ろどこを通すかってことなんですけど、2本あるから見づらいからちょっとこう避けときますけど、ここぶっ刺した時に出す位置。まずは、ここのエセ頭のところを全部通るようにもちろんするんですが、さらにここに横にピッピッと2本入ってますね。こいつ。で、本来真ん中に出すと、ここのV 字の逆だから山になってるとこの間に出しがちなんですけど、これやるとなんつうのメリアス風も、ちょっと遮光してきます。遮光していくので、それを防ぐために、この間に出さずに、こっち右側、避けてここです。横2つこうピッピッて入ってるところと、こっちから見て V 字になってますけど、ここの脇、ここですね。この間に通す。この目の真ん中通すんじゃなくて、右ですね。これをこっちずらして、ここですね。ここに針を入れます。そうするとこっち側も V 字の真ん中に入ってるんで。で、そしたら、ここをこっから引き抜きます。引き出します。引き出したら、今止めてあったやつ。ここにぶっ刺して、これやり方2つあるんですけど、今回はこの方法でいきます。途中で糸を変えるんで、この方が今回は都合がいいんで、この方法でやりますけど、ぶっ刺しますね。ぶっ刺したところを引き抜きます。後ろから。引き出します、糸を。そうすると、こういう形になります。ね。こういう形になります。はい。で、そしたら、隣普通に編んでいきます。で、メリアサ風なんで、この間、目のね、この間に入れて、V の間に入れて、さっき言ったように、ここが真ん中になるんですけど、ここに入れるんじゃなくて、こいつの隣ですね。ここ。で、ここ横にピッピッて入ってるところ、この下ですね。ここです。ここに入れて、編んでいきます。で、編んでいくときにしっかりこの目をこう、ふわふわ編んでいくんじゃなくて、引っ張った方が綺麗に編めるんで、で、あとは、この針がね、後ろで出しやすいように、いくらか大きめに編んだ方がいいですね。緩めに。はい。緩めに。今一回編みましたね。で、ちょっと戻ります。で、今ここ立ち上がったところが今ここ、ちょっと
斜めってますけど、これ後でちゃんと治りますから大丈夫です。で、ここ。で、ここには頭がないことになりますね。で、2目目の頭がここにあります。ここに、一応、これ止めときます。目印でね。はい。1目目の頭はない状態です。エセ頭すらない。ということですね。はい。じゃあ次。間、ここぐさっと刺すときに後ろ見て、ここですね。ピュッと分けて。ここの間に入れるんじゃなくて、ピュッと分けて、右側にぐさっと。ここです。プップッと横に入ってる筋、ここ。ここに、2本分の横線があります。ここと、この V 字と言いますか、山になってるところの右側、真ん中に刺して、ここですね。ここ。で、抜いて、編みます。ね。なので、ここのとこ、前のとこなんとなく当てて、で、後ろで通すところを見極めれば、前は気にしなくても、ちゃんと分かれます。真ん中に入りますんで。はい。なので、なんとなく、ここ真ん中当てといて、後ろ見て、ピュッと分けて、ピュッとここに入れると。こういう感じで編んでいきます。はい。で、一目に一つずつ、ね、ピュッと。こういう感じで。一目に一つずつ、外れた。はい。こんな感じで、とりあえず一周編んでこようと思います。また立ち上がりのとこやるんで、これでこのままメリヤス風をね、こんな感じで編んでいきます。これね、慣れないうちはゆっくり編んだ方がいいですよ。ね、慣れたらピャカピャカ編めるようになると思うんで。ただやっぱり後ろはチェックしつつ編むんで、必ずこうやったらこうやって編むんで、ちょっと編むのには時間かかるかもしれないけど、まあでも丁寧に編んだ方がいいので、まあ慣れたらね、そんなに気にならないんでね。うん。あんまり時間かかるとか、いちいち見てやらなきゃめんどくせえとか、あんまり思わなくなるっていうか、まあ私はですけどね。はい。でこんな感じで、ピュッとって、ピュッつって。はい。じゃあこれでとりあえず一周していきます。はい。一周編んできました。じゃあここですね。お隣の頭のところがございます。さあ、ここでございますよ。ここが、どうやるかちょこっとなんですけど、ここグッと引っ張ってもらって、で、また後ろからここ2番目ですね。ここに頭がないので、ここの頭をこれで作ってあげるっていう感じになります。ここからがちょっと特殊でございます。はい。2番目の頭ですね、ここが。最初の目には頭がないので、2番目の目の頭に刺して、これを引っ掛けて抜きます。抜いた時に、ここに2本プップッと入るじゃないですか。これを、ここの一番最初の立ち上がりのとこの頭とみなします。はい。みなすんです。はい。で、これちょっとグッと引っ張って、で、ちょうどいい感じのね、大きさになるぐらいに引っ張ってもらう。で、置かない人はまたここで止めといてもらって、で、次どうするか。立ち上がりの目がここの目です。っていうことは、ここの間に針を入れるんですけど、ここを頭とみなすんでね。はい。頭入れるじゃないですか。後ろで通すところがどこかっていう話ですね。さっきと同じように、まずここを通します。これは確実ですね。あと、後ろの立ち上がりの部分の後ろ部分もきれいにするために、もう一個、ここにありますね。ここに、この筋があると思うんですけど、こいつも一緒に拾います。そうした方が後ろがきれいです。はい。ここをね、ここも一緒に拾います。ちょっと大量ですけれども。ね、引き揃えてるんで大量なんですが、ここに突っ込みます。で、糸を前に引き出していきます。ここからグリグリグリっと引き出します。はい。で、そしたらこいつを外して、針を通します。通したら、こいつを引き出します。後ろからね。はい。こういう感じになります。普通に鎖目みたいになってんで。はい。で、また隣同じように編んでいきます。立ち上がりの方法。わかりましたでしょうか？
あれって言ったら、巻き戻してみてくださいね。で、ここ頭ないです。立ち上がりの部分頭ないんで、2つ目の頭のところに針を通して糸を後ろに持ってくんで、2つ目の頭のところにマーカーを入れておきます。で、メリヤス風やるときの、私が、まあ別に注意してるとかっていうほどでもないんですけど、基本的には、麻紐でやるときには、やっぱり、針入れるのがね、きついとやりづらいんで、ね、さっきもゆったりめにって言ったんですけど、まあ、どの程度でゆったりなのかっていうのは、こう、なんつうの、刺すじゃないですか。刺して、まあ、後ろプッと通して、はい。で、これ糸持ってきて、紐持ってきて、その時にまあ、位置をね、安定させるために、ちょっと糸割りしないようにしないといけないからね、ちょっと糸割りが、ここか。ここで、こう、普通に通せばいい。はい。はい。で、ぐっと引っ張って、その位置を安定させるために引っ張った方がいいって、さっき普通に細編みしてる時も言ったかと思うんだけど、同じです。ちょっとぐっと引っ張って、安定させるっていうかね、位置的に安定させるようにして、ゆったりめで、ぐっと引っ張って。で、ここはもう私はね、あんまりね、気にしないっていうか、さっき普通に細編みしてる時は、こっちとこっちと同じぐらいって言ったんだけど、まあ、僕はそんなに同じようにする必要もなく、ちょっとこっちの方が、長めぐらいの意識で、私はやった方が、後々って言いますかね、次の段が編みやすいんで。なので、ここではもうあんまり同じ長さ気にしないでやっちゃってます。普通の細編みの時はね、ちょっと気にした方がいいんだけど、まあメリヤスなんでね、あんまり気にしなくても大丈夫なのではないかなと私は思っております。まあ人それぞれなので、はい、気になる人はそういうとこもね、きっちり注意してやった方が綺麗にできるかなっていう感じもしないでもないけど、私の場合はまあこんな感じですね。ただ上のこの鎖目になるところ、ここがあんまりまあ潰れないように、狭くならないようにしないとね、編みづらいと思うんでね。はい。でそこぐらいですかね。あとはだから、まあ普通に編んできゃいいんで、まあとりあえずもう一回ね、あれを、立ち上がりをやるんで、とりあえず一周していきます。はい。5段編んできました。じゃあ、ここでね、色を変えていこうと思います。はい。で、色の変え方なんですけど、まあ基本一緒です。2目ぐらい分の糸を引き出して後ろから入れて、これを引っ掛けて、ね、ちょっと調整しつつで後ろに引き出します。はい。引き出したところで一応押さえておいて、でここ立ち上がりの目のど真ん中に針を入れて、でこことここを拾います。拾ったところでこれを引き抜くときに色を変えます。はい。でこれはまた、青いのは入れていくんで残したまんまにしておきます。これねこんがらがらないようにね、はい。糸をこう離しといて、はい。で白を当てて、でここさっき通してこれを引き抜きますね。一回ねこう引っ張ってきます。そしたらこれですね、留めてあったやつ、これをに針を刺して、でもう一回引き出します。そうすると色が変わります。はい。で色が変わったところでこいつはこの人のことを忘れちゃいけません。次の段ここ戻ってきた時に一緒に引き上げてあげます。でこれはねまあ巻き込んでってもいいんですけど、巻き込んでいく時にはこの時点でねここ通してあげる。ここ間に入れといて通してあげると一番いいかなとね。ここに入れる時ここ拾う時にこれを間に入れてあげます。はい。で巻き込んでいってあげます。こんな感じですね。はい。で
普通にこれで編み進めていきます。で、白の場合は2段編みます。はい。白のまんまで同じように、とりあえず2段編むんですが、ここをね、ここを引っ張ってあげなきゃいけないので、とりあえずこの段を1段編んでいこうと思います。はい。ここまで一周して編んできました。じゃあ、ここは、色を変えないけど、こいつを引き上げてあげなきゃいけないので、どうやって引き上げるかっていうことなんですけど、さっきね、やったのと似た感じでございます。はい。立ち上がるとき、後ろからブスッと入れて、これを引っ張って、で、これを持ってくるんですけど、これを持ってきて、おっとっと、失敗。はい。引っ掛けて、で、これ持ってきて、ね。で、ぐっと押さえといて。で、怖い人はこうマーカー入れてね、押さえといて。で、ここで真ん中にぐっと入れて、後ろをここと両方拾うわけですね。ぐっと拾って。はい。拾います。この時にね、ちょろっと引っ掛けてあげればいいです。はい。で、引き抜いて、はい、ぐりぐりぐりっと引き抜いて、で、ここね、引っ掛けて、で、通すと。で、これで立ち上がると。はい。こうですね。そうするとこれも一緒にここに引き上がってくるんで、これを上げといてあげます。そうすると、上げないでると、ここにピッと入っちゃうからね。なるべく裏側も綺麗に見えるようにっていうことで、こういったちょっと工夫をね、やっぱりしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あと1段これを編んで、で、また青の方に色を次変えていきます。はい、白い部分を2段編みました。じゃあここでね、糸を変えていこうと思います。ではこうやってまたね、こうやって引き出して、はい、でブスッと後ろから刺して引っ掛けてちょっと引っ張ってでキュッと出したら、はいでそしたらブスッとど真ん中貫き。2本分拾ってブスッとブスッと2本分拾ってブスッと刺してでこの時に交換ですね。これを交換します。交換してで白もまた使うんで残しておきますが、またこんがらがらないようにこれをこっち置いといてで引き抜きます。よっとぐりぐりっと引き抜いたらこれをぶっ刺してで青い方を抜きます。これで色が変わりました。こんな感じですね。でまたねこうやって編み進めていくんですが、こっちのねカバン編み方としては白を2段で青を1段、白2段で青1段で作りました。これはお好きなようにしてもらったらいいと思うんですけど、どうしようかな。同じようにしようか、もうちょっと変えようか、青をもう1段入れてもいいかなっていう感じなので、こんな感じで好きなようにねストライプのね柄を入れてもらえればいいと思います。そんな感じでじゃあ編み進めていきましょう。ね。で、とりあえず今回は青のラインを3本入れようかなと思うので、3本入れるところまでとりあえず進めようと思います。このままどんどん進んでいっちゃいますね。青の3本、青のラインが3本。で、青は1段だけにします。色がやっぱり濃いんで、バランス的に、好みにもよるんですけど、私の好みとしては、青の、筋がちょっと細めの方がいいかなと思ったんで、そうしてます。別に、青だってね、2段だって別にいいんですけど、ただ、色が濃いんで、やっぱ目立つっていうかね、ちょっと主張が激しいかなと、私的にはちょっと思いましたんで、1本にしてます。好みです。この辺はね。じゃあとりあえず青が1段っていうのがこう白青っつってて青が3段入るまでね3本入るまで
このまま続けてどこどこ編んでいっちゃおうと思います。どんぐらい時間かかるかな。結構ねゆっくりだからね、進みがね。ただね頑張れば1日で編める大きさなんでね、実際昨日私試作的にねなんだかんだほどいたりなんだりしながら1日で編んでるんで、まあまあまあ編み切れると思います。今日でも持ち手までいくかな、ちょっと分かんないけどね、持ち手までいくだろうかね。持ち手まで説明できたらいいんだけど、まあ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 動画のあれにもよるけど、とりあえず進んでいこうと思います。とりあえず青をね3本入れていきますよ。はい、3本3段分、そうだね、3段分入れていこうと思います。はい、一応青の糸で3本分編んできました。というわけでね、ここでね、青はね、おさらばしたいと思います。青はここで切ればいいので、普通に直近しますね。普通に、ここは、青は直近しておいて、ほいで持って、はい。で、次。こう引っ張って、こっちから引っ張ってね。はい。この分だけ残ってればいいんで。で引き抜い向こう側に引き出して、でぐさーっとここ真ん中また刺してグリグリっとこっちですね、グリグリっと2本分ね引っ張って、でそしたらもう青はいらない、こっちです、白です。で白を拾って前に引き出して、はい。はい。で、これを引っ掛けて、こいつは、巻き込んでいくんで、ここに挟んどいて、で、引き出します。はい。こんな感じですね。はい。これで買いました。あとは、もう白でずっと編んでいくだけになります。で、まあ、最初にテロップ出てると思いますが、私、最初の目の数を、間違えたといえば間違えた。そう、すいません、間違えました。はい。ですね、これ12目で始めたんですけど、こっちはね、14目でした。はい。で、説明はね、テロップっていうか、で出してると思うんですけど、一応14のサイズ、これをね、ちょっと最後にこれをね、測っておきますよ、ここの。続きはね、次の動画でやりますんで、基本的には、こう、幅がね、32センチ。で、こっちが、底の幅が24センチ。で、こっちのね、幅はね、5段編んでるんで9センチで同じなんですけど、こっちはね、こっちは10センチあるんだ。ね。で、こっちは12目で編み始めたので21センチ。こう潰した時の幅がだいたい現時点で30センチ。はい。なので、まあ一回りちょろっと小さいんですけど、まあお好みですね。はい。結局お好みなので、私はね、まあどっちでもいいとは思うんですが、ちょっとね、大きめ、ゆったりサイズ。で、こっちがまあ、なんつうの、手提げバッグにはちょうどいいサイズなのかなっていう気はしないでもないけどね。はい。こっちは12目で始めた。で、元々のモデルのこっちは14目で始めてますんで、まあサイズ感はね、それぞれお好きな方でいいかとは思います。まあ基本的な編み方は一緒なので、目数が違ったぞっていうだけの話でございますが、はい。なので、サイズはお好きな方でいいかと、よろしいかと思います。なので、高さもね、ちょっと変えていこうと思います。こっちは、白だけで2段編んで、2段っていうか、青いのをね、2本入れて、で、その後、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14編んだところ、14まで編んで、15段目で、なんだ、この、持ち手をね、出してるんだけど、これよりも少し低くなりますね、こっちはね。で、低い。さらに、青を普通に足してるので、1、2、3段編んだ状態。で、15段目でいってるから、こっちは12段。3段ぐらい低いといいんじゃないかなと思うんだよね。ちょっと待ってね。何センチあるの？高さは。高さ何センチ？高さは、全部トータルで22センチあるんですけど、これをもうちょっと低くするんで、3センチばっか低くするんで、3段下げようと思うので、
こっからだと、あと8段ですね。はい。白。白でね、このまま8段編んで、その後、持ち手の作業に行こうと思いますが、動画が長くなりますので、今日はここまでにしたいかなと思います。はい。というわけで、本日もね、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画ですぐにお会いしましょうというわけで、今回はここまで。さよなら。いやさ、編んでてさ、なんか小さいなと思ったんだよね。ちょっとなんか昨日編んでたよりもなんかちょっと小さいなーって思って、はって思ってみたら、12目で編み始めちゃった。ちゅう話なんですけど、でも、サイズ的にはね、私はね、どっちでもいいと思うんですよ、実はね。うん。これもこれで可愛い、このサイズもね。はい。というわけで別に間違ったけど、間違ったけど別に大したことはない。ね。これちょっと大きめよと。ね。だから大きめがいい人とね、ほんのり大きめがいい人と、ジャストサイズ。ね。ちょっとお財布と携帯とか入れば、あとハンカチと、ちり紙と、ね。そんなものが入ればいいっちゅう人には、ちょうどいいサイズじゃないかなと思うんで、言い訳じゃないですよ。本気でそう思ってるんで。はい。はい。そういうわけでございます。はい。すいません。